世界一面白いアクション RPG、 これを目標にゲームを作ります。突然ですがゲーマー諸君、一番好きな弓使いを一人思い浮かべてください。アシタカ、リンク、アーロイ、ホークアイ、レゴラス、いろんなキャラがいると思うんですが、そのキャラが最もかっこよく弓を打つ瞬間、その映像、モーションっていうものをね、ちょっと想像してみてほしいんですよね。なんかメンタリストっぽいこと言っちゃうんですけど、そのモーションって何かをしながら弓を打つっていうモーションではありませんか？例えばアシタカだったらヤックルと一緒にやぶさねしたり、リンクの場合はパラセールからの落下打ち、アーロイはスライディングでサンダージョーの腹の下に潜り込みながら打ったりしますよね。弓のアクションの真髄ってものがこのながら打ちにはあると思っていて、他の作品でもねやっぱりこういう打たせ方してるゲーム多いんですよね。特に弓の場合は溜めながら移動するっていう基礎アクションの部分もそういう設計になってるっていうのがいいところですよね。ながらアクションの何がいいかって、これねめちゃくちゃリンク感高いんですよね。リンク感っていうのはこのチャンネルでねよく使っている僕の造語なんですけど、プレイヤーの脳みそとキャラクターの動きがね直でつながってるみたいな感覚、コントローラーの存在を忘れちゃうような瞬間ってありますよね。あの時の心地よさですよね。ミッション車を運転するようなね楽しさみたいなものをリンク感っていう風に呼んでるんですけど、結構ね最近僕 YouTube でなんか人気レストランの厨房の様子とかの動画見たりするんですけど、もうねピークタイムとかやっぱすごいんですよね。一人のシェフが 2,3 品ぐらいのね品を同時にね、それこそ何々しながらっていう感じで作っていくんですけど、でそういうシェフが 2,3 人いて、できるだけ最小限の動き、最小限の足取りでねお互いぶつからないように移動したりしながら、テキパキと小気味よく複数の料理を同時に作っていく。やっぱね見てるだけで気持ちいいんですよね。僕の作ってるゲームでもリンク感を演出するためのながらアクションっていうものをすでにいくつか取り入れていて、例えば引っこ抜きながら攻撃する、回避しながら抜刀する、とどめを刺しながら納刀する、この辺りですかね。今回は弓っていう新しい武器を実装していくんですが、ながらアクション、ながら打ちですね。こういったところにフォーカスしながらね実装していきたいと思います。今回から遠距離武器という新しい装備枠を用意したので、このゲームのキャラクターは基本的にメイン武器、サブ武器、遠距離武器の3種類の武器を戦場に持ち込むことができます。遠距離武器は近接武器と違って、その武器をずっと装備し続けるというような立ち回りがあえてできないようにしています。他の武器を使用している時にワンショットのモーションで抜刀して射撃して納刀するという風に、使ったらすぐしまうっていう風な仕組みになっています。一般的なゲームでの投擲アイテムの使用感と似ているかもしれません。これは別に弓の連続使用を絶対にさせたくないっていうわけではなくて、3本程度の弓をね連続で射撃するような連射っていうねアクションとかも後々入れていきたいなとは思ってるくらいなんですけど、やっぱりね遠距離武器だけで体力を削りきれちゃうゲームっていうのがちょっと僕ね個人的にあんまり好きじゃないんですよね。あくまでも戦闘の主役は近接武器であって、その中にねスパイスとして入り込んでくるようなながら打ちの弓っていうのがめっちゃ好きなんですよ。世界観として銃が登場する以前の文化レベルを選んだのも、あまりにも強すぎる飛び道具を登場させたくないっていう風な思惑がありますね。僕休みの日とかにねスマブラとかしたりするんですけど、やっぱりね弾キャラの相手するのってちょっとねあんまり楽しいと思えないんですよね。でもここで注意しないといけないのは、対人ゲームってね勝ってる側が面白くて負けてる側はおもんないっていう話なんですよね。ネット上にはびこってる弾キャラつまんねえみたいな声って、大半がさっき弾キャラに負けた人の腹いせの書き込みに過ぎないんで、やっぱねこういう面白さっていうねすげえ曖昧なものを追求していく仕事じゃないですか、ゲームクリエイターって。そういう曖昧なものを追求するためには論理展開をねすごく慎重にしないといけないと思っていて、弾キャラうぜえなっていう感想が一時的な感情から来るものなのか、それともシステムによってもたらされているものなのかっていうのをしっかりと冷静に判断する必要がありますよね。でいろいろ考えた結果、やっぱりスマブラの飛び道具ってめちゃくちゃ強えなって思ったんですよね。弾数無限だし、チャージできるし、ガードで中断もできるし、でもそれでバランスぶっ壊れてるかっていうと全然そんなこともなくて、やっぱりその強さがスマブラに合ってるっていうことなんですよね。ってことは僕のゲームに置き換えた時に、やっぱり弓の立ち位置っていうのは弾数かなり少ないけど強力な効果がついた投擲アイテムみたいな感じの立ち位置がね一番しっくりきたんですよね。もうねぶっちゃけ弾数とかってね5本ぐらいでいいかなって思ってるんですよね。近接戦闘での切り結びの中でここだっていう瞬間でね、それこそ前回の動画で紹介したようなバックステップに対して飛び道具を当てるっていう瞬間、相手の行動を読んでながら打ちで狙撃してダウンを取るとかね、
あと弓で考えられるのはやっぱり属性系ですよね。炎をまとった矢を発射したりとか、そういう絡み手周りのところですね。使いどころを考える必要はあるんだけど、うまく使えればめちゃくちゃ強力な効果を発揮する。で、弾数はかなり少ないから慎重にそのタイミングを伺わないといけない。基本的に飛び道具はこの方針でね、作っていきたいと思います。とここまでが弓っていう武器のね、このゲーム内での立ち位置、強さ的なものをね、説明してきたんですが、そろそろね、弓そのもののアクションについてちょっと語っていきたいと思います。ながら打ちっていうね、キーワードを冒頭で提示したんですが、一つ前の動画でね、方向属性の話っていうのもしたじゃないですか。このゲームの攻撃には全て方向属性っていうものがあるみたいなね。弓もね、それと似た要素があって、矢そのものには方向属性っていうのは付与しないので、ガードする側はね、普通にニュートラルのガードで対処可能なんですが、弓を打つ時のモーションですね。こちらを方向入力で4種類のね、特殊な打ち方ができるようにしています。まず方向入力なしで打った場合ですね、このようなニュートラルのモーションで矢を放ちます。続いて左右どちらかの方向入力をした場合、サイドステップをしながら矢筒からね、弓を抜いて、まさにながら打ちをしますね。続いて後ろ方向に入力していた場合、回転バックステップで身を引きながら矢を放ちます。個人的にこのモーションが一番お世話になりそうな感じがしてますね。続いて前方向に入力を入れながら矢を放った場合、スライディングをしながらね、打ちますね。アーロイさんのような打ち方ですね。初回の設定基地にね、距離を詰めながら先制攻撃とかするときにめちゃくちゃ強そうですよね。どのモーションもね、全体フレームは結構長めにしてあるので、やっぱり使いどころを誤ると手痛い反撃を受けちゃうかなっていう感じに仕上がっております。逆に言うとね、いぶし銀的なうまい使い方さえできればかなり有効な場面っていうのもね、たくさんあるので、その辺はプレイヤーのね、腕次第っていう感じになってきます。今はね、まだ実装できてないんですけど、弓を溜めたままね、移動するっていうようなアクションも入れていく予定なので、その場合はね、ステップ打ちとかの場合は、射撃ボタンをね、長押ししていることによって、ステップ後にね、打たずにそのまま弦を引いたまま移動に遷移していくっていう風な感じでイメージしてもらえると分かりやすいかなと思います。なので、その辺もご期待くださいっていう感じですね。ここから先はね、ちょっと余談になるんですが、冒頭でね、皆さんにお尋ねしました。どの弓使いが一番好きですかっていうね、話なんですけど、僕やっぱアシタカがね、一番好きで、名前もね、アシタカからもじってつけてたりするんですけど、その次ぐらいにね、レゴラスっていうキャラが好きなんですよね。指輪物語、ロード・オブ・ザ・リングのね、登場人物で、エルフの弓使いっていう感じなんですけど、当時ね、僕小学生ぐらいですかね、映画が公開された時、姉がね、すごいレゴラスが好きなんですよね。レゴラスというか、オーランド・ブルームが好きなのかなっていう感じなんですけど、でその姉の影響でね、自分もレゴラスがめっちゃ好きになって、王の帰還だったかな、3部作の第3作品目で、なんかね、砦みたいなところでね、戦争するシーンがあるんですけど、そこのね、レゴラスがめっちゃかっこよかったんですよね。階段をね、縦サーフィンしながら、ザザザザザって滑り降りながら、その間にね、弓を3本ぐらいピュンピュンピュンって打つんですよね。でしかもそれ全部ヘッドショットして全員仕留めるみたいな。もうね、あれを見た時からね、やっぱりながら打ちっていうものにもう心を奪われてたんだなっていう風に今となっては思いますね。という思い出話でした。では今日はこの辺で失礼します。お疲れ様でした。